メンバー3の計1102号機を整備します。1号機と比べると、機体の状態は良い感じです。ブレードには草の汁らしきものが付着してます。片方のブレードは新しいものみたいです。墜落でブレードが破損したのでしょうね。おやおや、ローターヘッドがスイング式に改造されているようです。実機の R44 を参考にしたのでしょうか。あ、単にスペーサーの入れ忘れのようです。70代前半の年齢ですが、ここを忘れるとは。キャノピーは割れてないです。基本、この機体はあまり飛ばしてないですね。珍しい受信機ボードが搭載されてます。シルクスクリーンが濃い灰色です。2019年頃に大安売りした機体ですね。私もこのボードは一つ持っています。細部を見ましたが、ローターヘッド周り以外は特に問題はなさそうな機体です。この機体もベアリングが6玉ですね。予算に余裕があるのなら8玉のベアリングに変えた方がいいです。部品は中性洗剤で洗っておきました。きれいにした方が組み立ても気持ちいいです。スワッシュプレートも水洗いしてます。パーツクリーナーで洗うとプラスチックが白くなります。シャフトが曲がっているので直します。微妙に曲がってますね。線が細い方に曲げて直します。1回で直りました。と思ったら、まだ少し曲がってますね。ベアリングを洗います。結構汚い。汚いヘリはよく飛ばない。そう思っています。スピンドルシャフトとネジも脱脂しておきましょう。飛ばすところがホコリっぽく、ベアリングの摩耗が激しいので、グリスを塗布しておきます。スワッシュのベアリングにも塗布しました。ローターグリップのベアリングは、よく回る方をグリップの外側に取り付けます。ゴロゴロの方は内側に使えます。一旦区切って数日後の撮影。部品が揃ったので、ローターヘッドを組み立てます。おや、何か違和感があります。
トラブルです。スピンドルシャフトのネジ穴にネジが届きません。全くネジが届かないのは初めての経験です。原因が判明しました。ダンパーゴムの厚みは 1.3 ミリが標準ですが、メンバーさんの機体についていたものは 1.6 ミリありました。合計で 0.6 ミリも厚みが増したので、ネジが届かなかったようです。そもそもの原因は、メンバーさんがダンパーゴムに油を塗布して、ゴムが膨張し厚みが増したようです。ダンパーゴムに油をさしてはいけません。ご注意ください。オイルをローターグリップのベアリングに塗布すると、ダンパーゴムに染み込む可能性がありますね。ダンパーゴムを新品に交換して、ローターヘッドを組み上げました。ネジを完全に締め付けた後に、ローターグリップを押したり引いたりして、ベアリングやダンパーゴムをなじませると、動きがスムーズになります。いい感じに仕上がりました。両面テープを貼り替えました。機体がなんとなく調子が悪いときは、両面テープを貼り替えるといいです。ベアリングは6玉のものをそのまま使います。激しい 3D フライトをしなければ、このベアリングでも使えます。リンケージロッドが破損してました。新品に交換しました。機体は完成です。ローターブレードの色が左右違うので、大まかなブレードの重さを測りました。全体の重さは同じのようです。色の違いが映像でもわかります。いつものようにピッチの設定をしてからメインローターを回して機体の振動を見ます。振動が多いのでリンケージロッドやローターヘッドの取り付け方向などを変えてみます。リンケージロッド左右入れ替え。効果なし。ローターヘッド取り付け180度変更。効果なし。ローターブレード左右交換。効果なし。どれも振動軽減にはなりませんでした。ローターのバランスを取ります。ローターの全体の重さが同じでも、長さ方向の重さのばらつきで、ローターのバランスは崩れます。今回は、楊枝バランサーでローターブレードのバランスを取ります。楊枝を短く切断して、切断面を尖らせて作ります。やはり、長さ方向の重さが違いますね。
ブレードの長さ方向の重心位置にシールを貼ってバランスを取りました。振動がなくなりました。幼児バランサーは役に立つようです。スロットルレンジ設定をします。これをやらない方は常にローター回転数が高めで、ホバリング付近でスロットルに段がつきます。ピタホバがやりにくい機体になってしまう可能性があります。ということで、クラブのメンバーさんの K1102 号機を点検修理する動画でした。ご請求金額は、新品のダンパーゴムセットとリンケージロッドの部品代、500円です。ドル換算で3ドルほどですね。毎度ありがとうございます。